どうも、ゲレスです。どうも、ノラです。さて、今回は急転直下で公開された DLC のストーリートレーラーについて、むちゃくちゃ簡単に、極めて手短に、とか言って、どうせ長くなるんでしょ？いや、本当にならないよ。というか、普通に意味不明すぎて、気の利いた話が現時点で大してないんだよ。かといって、適当な思いつきをダラダラと話しても仕方がないから、パパッと気になった数箇所だけを話して、すぐに元々やっていた考察動画の作業に戻ります。まずは、ナレーションの全文がこれ。ほとんど聞き覚えのある話だけど、冒頭の始まりについての語りは新情報という感じはするわね。誰が誰を裏切ったのかしら？普通に考えて、マリカ様が大いなる石の誘惑に乗っかって永遠の都や影の地、月の勢力を裏切ったというイメージはできそうだけどね。それでこれが音声でもある英語版、ほとんど気になる箇所はなかったけど、些細ながら一つ言うならミケラの力についての語りの部分かな。なるほど。日本語ではシンプルに力をだけで済ませているけど、英語音声だとヒスグラインディングストレングス、彼のまばゆいばかりの力、強さか。英語の細かいニュアンスがよくわからないけど、ミケラってそんなにストロングマンだったの？さすがにマッチョ系の意味合いではないだろうけど、ミケラに強さとかのイメージはなかったから、ちょっとだけ気になったかな。じゃあ次の話、動画冒頭の赤い死骸の山だけど、エインセル川などでは似たような光景が見られるよね。正直この赤い意外の山が見られるのがエインセル川方面限定かどうか記憶が曖昧です。もし他にも例があれば、視聴者さんはコメントでご指摘いただければ幸いです。よろしくお願いします。しかしそういえばあったわね。アリさんがモソモソしているやつ。もしエインセル川方面限定だとすれば、トレーラーの場所はエインセル川と関連があるってことかしら？エインセル川といえば赤い腐敗が封じられたっぽい腐れ子があったり、黒い月を失った永遠の都ノクステラがあったり、この前の動画で紹介した通り、他の地底とは異なり光源が存在せず影ができないエリアだね。始まりは誘惑と裏切りだったという言葉やマリカ様っぽい人物の存在も含めて考えると、はるか古に大きな何かを失った場所としては申し分がないかもしれないね。それか似たようなことをしようとした別の場所かもしれないし、解釈の幅は大きいわね。しかしこの冒頭のシーンはかなり意味不明だけど、どう思うの？赤い意外の山の中に布があって、そこに手を突っ込んで粘着質な何かを引き出して空に向かって掲げる場面。今すぐには適当な思いつきでしか話せないけど、まずあの布は赤ちゃんのくるみじゃないかな。ティアさんはゴッドウィンとの間にはらんだ我が子として修復ルーンを生み出したよね。この人物が天に掲げている金色の何かは上弦の子に見える。そういや、上弦の子といえばマリカ様関係でたびたび見られるわね。上弦の子にマリカ様がぶら下がっている感じ。あと上弦の子はエルデンリングの紋章っぽいのにも複数並んでいるし、錬金術的な観点から考えると赤から黄金が生まれるというのはかなり直球な構図だね。大量の人間から石化に至った賢者の石を作り出し、黄金の赤ちゃんを生み出したみたいな感じ。生贄的な。かなり単純だけど、そういう連想はできたかな。じゃあ次の話、獅子舞の勢力とメスメルやウィッカーマンの勢力が敵対していたみたいだね。確かにそこははっきりしたわね。これって意外だったの？いや、獅子舞は土着の勢力であることがインタビューで語られていたし、ウィッカーマンという存在のありように関しても正直個人的には想像通りではあるけど、関係性が明瞭になったのは確かだね。じゃあ次の話、すっごい昔に起きたっぽいこの戦争の時点でメスメルやエイジはこの姿だったことが分かったね。それはそうだけど、それが何なの？いやいや、考察者にとってはむちゃくちゃ重要なポイントだから。確かに直接的には地味だけど、時系列を考えるには貴重な情報なんだよ。じゃあとりあえず今回はこの辺りで締めようか。本当に早かった。そうだね。冒頭でも言った通り残り1ヶ月しかないから、さっさと元の考察に戻らないとね。もう必死だよ。ここからはスピード重視でいきます。頑張ります。燃料になりますので、ご感想やご意見があればどんどんコメントしていってください。それでは今回のお話はここまで。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。またね。